皆さんこんにちは。富士の X-T5 っていうカメラが最近発表されましたが、それに関しての動画になります。携帯が今になりました。で、もともと僕はX-T4 っていうカメラを所持しておりまして、T3、T4 と使ってきているんですけども、T4 を使ってた、観点から、アップデートしたポイントとか、注目ポイントみたいなのを、皆さんに共有していけたらいいかなと思っております。はい。で、XT4 のホームページを今開いているんですけども、かっこいいですね。なんかね、このブルーで来やがったね。で、今回のメニューとしましてはですね、まず爆速でスペック確認して、で、どういうカメラなのっていうところをまとめまして、で、タッチ&トライ、お邪魔してきたんですけど、やっぱりデザイン大事だなっていうところで、デザインすごいフィーチャーして、言いたいことを言いまして、最終的に僕的に買うのか買わないのかみたいな、考察をしていければいいかなと思います。はい。で、一番最後にお楽しみでダンスを、ちょっと披露しようかなと思ってます。はい、ちなみに今XT4 がここにあってですね、種類のアナモフィックレンズっていうのがついてるんですよね。H2S、それから H2 出ましたけど、H2S の 6K のオープンゲート、6.2K のオープンゲートって3単位収録なんですけど、1.33、これは 1.33 のアナモなんですけど、種類の 1.25 のアダプターをつけると、それって 82mm の K だから、例えばこれシグマの 40mm なんですけど、これつけられるし、それも 25mm もステップアップリングで 85mm にしてるから、それつけられるし、6.2 のオープンゲートを 1.25 倍横にするとちょうど DCI ぐらいになるんですよ。4K DCI、17対9ぐらいになるんですよ。それいいなと思って。で、ちなみにルミックスの GX6 も4対3なんですよ、マイクロフォーサーって。それのオープンゲートの 5.7K なんで、これ種類のやつ。1.33、種類じゃなくてもいいんだけど、1.33 の穴もつけると、絶対かっこいいんですよね。いいや。ちょうど16対9なんですよ。で、シネスコって、劇場公開を前提としているものでなければ、シネスコって横に長くなっちゃうから、YouTube 用だと、ちっちゃくなるじゃないですか、画面が。スマホで見るのも見にくいじゃないですか、シネスコって。でも、アナモフィックを使って、で、フェイクじゃなくて、フレアとかも。ちゃんとアナモフィックなんだけど16対9ぐらいでいけるみたいなのってかなりいいんじゃないかなって思ってて、 H2S かなり実はずっと気になってって、それは置いといて、じゃあスペックの確認いってみましょうか。はい。写真の部分で進化したポイント、それから動画の部分で進化したポイント、それぞれあると思うんですけど、写真の部分で進化したポイントまずいきましょう。まず4000万画素の高画素機になりましたっていうことですね。 H2 と同じセンサーです。で、ISO の加減が64に下がりました。拡張 ISO で。で、拡張じゃない ISO だと125になりました。で、電子シャッターの、一番速い方の電子シャッターが、3万2000分の1秒から18万分の1秒になりました。ので、その ISO の加減が下がった、電子シャッターが速くなったってことで、めっちゃ開放で、外のピーカンでも、開放で撮れる。はい。ふわふわで撮れるっていう。この辺はだからその写真撮ってる時 ND いらないからすげえいいポイントかなと思います。使いやすく相当なったはずです。で、それからファインダーが0.8 倍の視野率なんですよ。これは 0.75 倍なんですけど 0.8 倍になったんですよ。で、進化してるんですよ。で、その反応速度を切り替える時のセンサーで反応するじゃないですか。それもすごい速く途中からもう見れるぐらいの速さになったらしいです。それから細かい点、スムーススキンエフェクトっていうのがこれ GFX についてて、高画素機だと肌とかあんま見えすぎもあれだよな、スキンはスムーズにしたいよねみたいなところでスムーススキンエフェクトがついた。で、フィルムシミュレーション新しいやつがこれも GFX にあったんだけど X にはなかったやつ、H2 とか H2S にはからついたやつ、ノスタルジックネが新しいやつが、これもついた。で、あと電池が持つようになった。600枚から740枚まで持つようになったっていう、ところ。それから細かい機能また、ピクセルマルチショットがついた。めっちゃ高画素を生成できるやつですね。ちょっとずつずらして。それからデジタルテレコンもできる。AI のディープラーニング技術
によってオートフォワードバランスとオートフォーカスいずれも進化したっていうところで、もりもり写真の方ではもうバーッといったんですよ。使いやすさ満点が満点、もう細かいのがバーッみたいな感じで来た感じです。じゃあ動画の方はっていうと、6.2K の16対9の収録が、できる機能になった T5、でしかも42210ビットなんで、これは42010ビット H265 のオールイントラまでだったんですよ、内部収録は。それが内部収録で420と422ってもうセンサーの、これまた話すと長くなるんですけど、422のがやっぱりこうごまかしてないんですよね、読み取った色情報を。420ってちょっとこう減らしてるんですよね、色をね。でなんとかごまかしてるみたいなやつをごまかし、444っていうのが一番いいんだけど、422になったっていうの、ちょっと良くなったみたいなの、でしかも 6K だから、で 6K の 30p まで撮れるようになったってことですね。で 4K も 60p まで撮れるようになったって感じですね。ちなみに 6K と 4K60p の時はクロップがあります。はい、ただ忘れないうちに言っとくとクロップあります。で他の機能としては、F-Log2 がついた13ストップ、これはブラックマジック、こっちと大体一緒のダイナミックレンジありますよねっていうこと。はい。で外部収録で今度ローの収録ができるようになった。いよいよ来ましたっていう感じですね。で SD カードなんです。SD カード2枚なんです。CF Express っていう次世代の速いけど高いやつじゃなくて SD カードに記録なんですよね。で30分の記録制限がなくなった。はい、30分記録制限がなくなって、常温の時は30分以上取れるんですよ。90分とか 6K でいけちゃうんだけど、炎天下の時は 20分弱ですよみたいな感じです。はい。はい、でここでだから動画宣伝では、T シリーズの原点会議しましたと。で、バリアングルもやめましたと。はい、写真機ですと、はい、言いましたけど、言うて外部ロー12ビットロー取れる、オールイントラ取れる、10ビット取れる、4K60p 取れる、13ストップになりましたで、言うて 6K 取れれば APS-C のカメラで、しかも4000番画素で、13ストップでっていう動画進化してるやんみたいなね。はい、冷静に見ると、写真機としてもちろん性能は原点回帰した感じなんですけど、動画別に進化してるやんって感じですね。T4 と比べて。はい、じゃあ XT5 どういうカメラなんですかみたいな話なんですけど、僕はもうそもそも T3 を使っていて、T4 になってから T3 とかE3 とかと比較して写真撮んなかったなっていうのがあるんですよね。はい、T4 は。で多分これはT4 って1個前の T3 とかから進化してその動画と写真半分半分ですよみたいになったんですよ、機能的に。でバリアングルですよみたいな。でバリアングルになってはみたんだけどでかくなったんですよ、1ミリずつぐらい。だからそういうレベル、ほんのちょいでかくてちょっと重いみたいな感じで、しかもバリアングルになって、でそうなると結構動画機なんですよね、完全に。それでもちっちゃいんだけどね、アルファよりも多分ちょっとちっちゃいぐらいの小ささだと思うんですけど、でもそのバリアングルってちょっとうざいよねみたいな話も昔木村氏が多分してたと思うんだけど、自撮りとかするには YouTube 撮るには便利なんですけど、自撮りそんなしねえしなみたいな。でこうやって手で持って自撮りするのってどうせワイドレンズしか使えねえしなみたいなところで、バリアングルワイドじゃなくて例えば 40mm なんかつけた暁にはもうほんと遠くにすると、そうするとモニターつけないと別にバリアングルでも確認できないよねみたいな。はい、これ広げないと上も下も向かないからこの広げるのうざいよねみたいな話を多分してたと思うんですけど昔。でてなこんなでちょっとでかくなったとかそういうところで、動画機っぽいしないみたいなところであんまり写真撮ってなかったんですよね、比較して。はい、だから T5 の方が多分日常ユースするだろうなっていうのを思います。だから T5 っていうのはだから良くなったんです。バリアングルは使えないけどバリアングルは別に YouTube 撮らないといらないから良くなった。ちっちゃくなって。
なんで APS、なんでこれ APS-C なのかみたいな。APS-C でなんで富士がいいのかみたいなところで、フルサイズのいいだろうみたいな話もあると思うんですよ。で、なんで APS-C のかみたいな。APS-C の良さってなんだみたいなところで、やっぱり小ささなんですよね。っていうか手軽さっていうか、毎日持っててもいいよねみたいな。レンズもサイズ小さいんで。まあそこにやっぱり立ち返ったんです。で逆に言うとその動画機能 T4 についてたその動画機能のそのマーケット動画の方のマーケットにこう当てるのは H シリーズで全部カバーされたんですよね。まあ積層型の HS と 8K が撮れる H2 でもうそれでみんなどうせそれだろみたいな感じだと思います。はい、だからその動画のごそっとなんかバリアングルとかなんかそういうごそっとなんか邪魔な多分写真を撮る人から撮ってみれば邪魔な機能を全部抜いたんですよ。で原点回帰したっていうところなんだと思います。で、小さくなったっていうところで良くなったってことです。バリアングルじゃなくて、小さくなったんでチルトだし速いし軽くなって小さくなったから良くなった、はい、っていうのがまとめです。はい、でも外部の12ビットロー収録、ブラックマジックのビデオアシストとか、アトモス、忍者5プラスとか、忍者5プラスなんてもう SSD 刺さりますから、1テラとか刺さりますから、ローで撮れるんですよ、しかも。だから、動画機能としても、基本日常ユースする、カメラなんですよね。写真、どっちかって言って写真のカメラなんだけど、なんかちゃんとケージとかつけて、たまに、動画も別に使えるっていう。しかも 6K ですよ、みたいな。良くなったんだけど、小さくなって良くなったんだけど、でも、シネマカメラにも変更させることができるっていう。っていう感じですね。はい。例えば僕が、ブラックマジックのカメラと、なんかアルファと、一緒に使うっていう時も使えますよね。連続記録の制限もないし、6K だしっていうところで。うん。色とか別に合わせられるんで、そんなむずくないんで、慣れると。はい。いや、ブラックマジックって結構でかいから、ジンバルもRS2 とかまで、ある程度しっかりしたやつにしないと、ちゃんと乗んないじゃないですか、ブラックマジックとか。だから、それ乗せるの疲れるしないみたいな時に、1個小さい方のカメラがあって、センサーサイズもほとんど一緒だし、なんだ、オートフォーカスとかも使えるし、レンズも軽いし、みたいなところで、サブカメラ多分相当使えるんじゃないか。で、しかも、日常的にスナップ撮るとかでもうすぐ持っていけるみたいなところ。はい。だから多分、今、これ撮影環境としては、ブラックマジック、なんか、富士みたいなあるんですけど、多分 T4 よりも、ここに T5 があった方が日常で使うんですよね、多分もっと。組織に通勤する時とか、電車の中に入れたりするだろうなっていうふうに思いました。だから小さくなってくれてよかったねっていう、思いますよね。小さいのね、すごいんですよ。小さいの。で、その1ミリ違うのが全然違うんですよ。その T3 の時は結構持ち歩いてたんだけど、T4 になって持ち歩かなくなっちゃったのは、やっぱりサイズ、多分サイズ。はい。だから持ち歩くパワーみたいな、E4 パワーみたいなところは T5 になって上がったはずなんですよ。でもここぞという時はローが取れるという安心感。なのでまとめますと、デイリーユースでめっちゃ使いやすいカメラ。なおかつ、ローが撮れるシネマカメラに変貌することができるカメラみたいなのが XT5 のあれかなと思います。はい、で、タッチ&トライの方にお邪魔させていただいたんですけど、その時に触れたんですよね、実機を。だからそれ触ってみた感想をこれから述べたいんですけど、まずチルトになったんですよね。で、チルト機構は多分皆さん知ってると思うんですけど、上向きます。ディスプレイ上向きます。で、下も向きます。で、あと、こう向くんですよね。こう向くんです。だから三軸チルト。で、まず一番最初にそれをいじって気づいたのが、開けるじゃないですか。開けた後のこの裏側、配線の裏側とか見えるじゃないですか。上向けると。で、その裏側を見たら、裏側がね、綺麗なんですよ。5って感じなんですよ。モダンなんですよね。前の時の三軸チルトはもうちょいね、ごちゃごちゃしてて、日本のメーカーってこうだよね、みたいな。Windows だよね、みたいな感じだったのが、
裏側が Mac って感じです。一番最初にそれ思いました。で、ここ開けたここ見えるか、ここもなんか開けたここバネとか見えてるんじゃないですか。こういうのがねなんかないんだよね。ここもだから開けて綺麗だったんですよ。そこがすごいいいなって思いました。であと小さくなったのもそうなんですけど、ダイヤル周りをだいぶ改善しましたみたいな話があったと思います。発表見てない方はまた見てほしいんですけど、でダイヤル周り本当改善されててですね、 T4 ですよこれ。 T4 はこれカチカチ言うんですよ。これもこうカチッ、こう硬いんですよね。前もカチカチ言うんですよ。でこうカチカチカチみたいな感じなんですね。まあカチャカチャとも言える。悪く言うとカチャカチャみたいな安っちい感じのカチャカチャ。これがT5 になったらなんとこれがくにゅって言うんです。くにゅっていう感じのくにゅって言うんですよ。あとねこの辺のボタン全部一緒なんですよ T4 と。後ろはこうもうボタンの配置は全部一緒だった。ではい全部一緒でしたね。ここのスイッチとかはねやりやすいかった。あとねここのボタンもねちょっと大きくなったらしいです。ここ結構使うんだけど、シャッタースピードってこれ125分の1、100分の1秒にしたいからこうしてこうするみたいなことするんですけど、動画の時って。それが結構ここ使ってるんですけど、僕ここがねクニュっていうようになったのが一番衝撃的だし、クニュいいわみたいに思いました。はい。あとはディスプレイのここのチルトのディスプレイがこうちょっとポコって出てんですよね。こう斜めのラインでこう台形に。そのね斜めのラインでシュッとこう出てるのがこうその台形感がねなんかこう台形感がいいんですよね。カロリーメイトみたいな感じのこう四角い安心感みたいなものを感じましたね。あとはすごいいいのが動画レックするときに赤枠がつく XT5 で、サイズ感比較なんですけどやっぱりね一回り小さいんですよね。こうなんかね縦1ミリと横5ミリとかそういうレベルの全然違いしかないんだけど、一回り小さいなで持った時に軽いわって思いました。これと比較してね、これ持ってったんですけど、そうでダイヤルもくにゅっていうのと、ダイヤルもねここの前後ろねちょっとでかくなったような気がしたな。ちょっとそんな感じでしたね。はい。でメモリーカードを持ってって入れて F-Log2 すごい気になってて F-Log2 撮りたくって撮ったんですよね。ちょっとモデルさんいらっしゃったんでちょっと撮らせていただいて F-Log2 ちょっと撮ってみましたっていう。あんま場所的にねこういいところ普通のオフィスなんでそんなあれいい感じではないかもしれないんですけど、13ストップかみたいな。ただ F-Log2 は ISO1000 からです。その辺は ND で頑張るしかないというところで ISO1000 ぐらいからですね。まとめると、チルト液晶の裏側、この SD カードのボタンの裏側が綺麗でした。それから動画レック時の赤枠がすげえ良かったです。それからダイヤル周り、小さくなったと思った、軽くなったと思った。ダイヤル周りがクニュっていうのが衝撃でした。クニュっていうね、勝ちじゃなくてクニュって言うんですよ。そしてモデルさん可愛かった。で、じゃあ、どうすっかみたいな、買うか買わないかの話をしようと思うんですけど、僕みたいな人が多分一番 T5 がいいと思う。買うの単純なスナップ用のカメラだけ欲しい、それほど買わないじゃないですか。それだけのために別に出費はしたくないのに、動画機能として一応 6K まで撮れるしロームもなんなら撮れるし、だから別にねカメラ増やしたい時に1個動画機もちょっと欲しいのあるんで欲しいんだよねみたいな、ちょっと1個2代目欲しいんだよねみたいな、3代目欲しいんだよねみたいな時のユースケースを想定しつつも趣味でも使いたいみたいな、日常的に持ち歩いてちょっとこうパシャパシャやりたいみたいな時に活躍するはずです。こう隙間に入る感じがもしかしたらあるかもしれないですね。ブラックマジックとか
R5 とかの隙間に入る気がしますね。その辺はちょっとなんか E4 みたいな。でもそれよりはちゃんと2カメにも使えるぜ、インタビューにも使えるぜみたいな機能強化が図られている部分かなっていうふうに思います。で、値段設定としては23万ぐらいみたいなボディだけであったんですけど、これ T4 も20強ぐらいで確か最初出たはずなんですよね。今も多分20弱ぐらいで中古価格でもいるんじゃないか。20だからちょっと物価やっぱ上がったんですかね。H2S が30万で H2 が20万で、そのちょい下、まあ1個下、まあ T4 と同じ価格帯で T5 も出てくる感じですね。個人的に買うか買わないかはどうしようかなって感じなんですよね。だから H2S すごい気になるんですよね。H2S でそのオープンゲートでアナモフィックコンバーターあるやんみたいな DCI やんみたいな感じでコンバーターグーパスラインナップしてくれないかなみたいな話をちょっとしつつも、まずは 1.33 倍の 24mm の 2.8 を借りました X マウント借りましたみたいな感じなんですよね。でアナモフィックってどうやねんみたいな感じでまあシネスコになってしまいますから、まあ、YouTube だったりスマホ視聴にはおそらく適さないんだけどアナモフィックかっこいいなっていうところなんですけど、でだから H2S オープンゲート 6.2K のオープンゲートの3対2いいなって思うんですよね。で GFX でそれやってほしいんですよね。 1.7 倍のイメージセンサーフルサイズの 1.7 倍のイメージセンサーでまあ、4K 動画とか撮ったとするじゃないですか。あんまり恩恵ないんですよ16対9だと。結構、GFX のデジタルGFX のイメージセンサーって結構縦に比率的に長いんで、横に16対9にしちゃうと結構上下使わないんですよね。それオープンゲートにしちゃってまあ、アナモフィックはなんか多分中望遠とかぐらいからだったら蹴られない気がする多分。でそれで使わせるとどうなるかっていうと相当でかいですよね。アレクサ65ですかみたいな、ジョーカー取ったかみたいな相当ラージフォーマットになるはずなんですよ。それアナモフィックつけさせると。それってかなりなんかワクワクするなってゲームチェンジャーだなって思います。まあそれやる人が多いかどうかは置いといて、まあ個人的にはそこがちょっとこうワクワクするポイント。なのでまあ GX まあルミックスの GX6 もだからその辺ではすごいワクワクするんですよね。HDR 取れるし。で今年X シリーズのフラッグシップがこう H ラインがバー来たじゃないですか。フラッグシップみたいな感じで関そうみたいな。で来年絶対 GFX 来るんですよね。まあ多分100万クラスのやつが来るはずなんですけど、来ると思うんですけど、だから今どうするかなって感じなんですよね。今そのぶっちゃけ仕事でっていうか組織のミッションを遂行してるんですけど、組織にアルファがあるんですよね。だからぶっちゃけ仕事で使うカメラって全部それで、僕は今自分では一個も使ってないんですよね。何も使ってないんですよね。超もったいないんですけど、そこをまあブラックマジックは絶対日常では絶対使わないじゃないですか。朝ミニも絶対使わないじゃないですか。もうだから絶対使ってないからもう売ろうかなみたいな、そろそろ朝ミニいらねえなみたいなちょい思いつつも T5 はそこに入り込む。確かになみたいな。 T5 買えばそれ使うかもなみたいな。で反面これまだ1年半ぐらいしか使ってないんだよなみたいな。5本ぐらいは撮ってるはずなんですけど、まあ、YouTube なんか入れるともっと撮ってるんですけど、そんな買い替えまくる感じどうなんだろうなみたいなのもありつつね。だからこう買うか買わないかはずっとしばらくずーっとぐるぐる FP がいいかなみたいなR5 がいいかなみたいな。でも R5 なダイナミックレンジ大したことないんだよなみたいなC70 の方がいいんじゃないかなみたいな。R6 M2 出たしみたいなところでちょっとまだぐるぐるすぐ買いますみたいな感じには多分ならないですね。はい。でも一番今個人的にやりたいのは H2S でアナモフィックのコンバーター、しかも 1.25 倍のやつ、1.33 じゃなくて 1.25 倍のやつやりたい。そんな感じで参考になりましたら幸いです。もし買ったって方がいたらコメントの中で教えてください。はい。盛大に羨ましがる感じでいますので。それではですね、前置きはこれぐらいにして、T4 のアナモフィックで最後ダンスいきます。